私は防空頭巾を取りに家へ入って出て道へ出たところで転んで泣いたんですけど、その時に原爆が落ちたんです。すごい光っていうか、本当に8月ですので一番暑い時で、もう日がカンカンに照ってたんですけど、それ以上の光っていうか明るさがすごい明るくなったんです。今度は大きい音がドーンって胸にこう響くような音がして、それでその後に煙がもうもっと立ち込めて、あっちからも火の手が上がる、こっちからも火の手が上がるって、街はもう火の海です。本当にもうその時は体が震えました、子供なりに。浦上川っていうんですけども、長崎では一番大きい川なんですけども、その川の中に馬とか牛とか人がやっぱり飛ばされてそこへ入ったか、水を求めて入ったか、それでそこで死んで浮いてるんですよ、膨らんじゃって。すごいもう見られないくらいにそれがもうたくさんその川の中に入ってました。途中も結構死体がもうコロコロ転がって歩くのにやっとこうそれを避けて歩くっていうか、それで、ね、助かった人は本当にボロっていうか着物の切れ端っていうか、そういう下がってるんです。肉も着物も服もみんなこう下がって、そういう顔は真っ黒くなって、それで水求めて「水ください水ください助けてください」と言って寄ってきたり、もうそういう焼けた人たちがたくさんもう通ってると寄ってきます。8月の終わり頃から体がだるくなって、もう倦怠感がひどくて、その後に下痢が続いて、それがもう何にも悪いものを食べてはいないのに下痢がずっと続いて治らないんです。そうやってるうちに今度は歯茎から出血が始まったんです。もういつも血が出て、夜なんかもう口の中にいっぱい溜まって拭き取らないといけないほど血が出てたんです。1年生に入るちょっと前ぐらいから市販点が体のあちこちにできるようになりました。小学校6年生ぐらいになった時に熱がもう42度ぐらいの熱が続いたんです。で熱でうなされるから、そのうなされた時に原爆の落ちて翌日行ったその情景、やけどして助けてくれって見えたその人たちが出てくるんですよ。それで寝ていられなくて走って逃げようとすると母からよく「どこに行くんだ」って言われましたけども、病院行ったらもうすぐ白血球が1400しかないということで、もうすぐ入院しなさいと、これはもう典型的な原爆病だと言われたんです。やっぱりリンパ腫悪性のそうだということで、それを手術して、それが今度は年に2回ほどずっと毎年できるんです。1年のうちに1ヶ月か2ヶ月ぐらい家にいるくらいで、ほとんど病院生活でした。入院してる時にやっぱり同じ病気で入院している方たちがもう夜洗面所で会って、
それで9時ごろおやすみなさいって別れた人が10時ごろになるとうめき声が聞こえて、でだんだんともう苦しい苦しいってもうすごい声でもう泣かれるんです。それがだんだんと弱まって4時ごろになると亡くなられる。そういうのを聞いてるとこの次は自分じゃないかというその恐怖と本当に死の恐怖がもうすごい強くって、毎日夜になるのが嫌で、もう目が覚めた時ああよかったないつもそれの繰り返しで、もうああまた夜なると思うともう本当に自分で身をこう裂かれるような感じでした。それをそういうふうにある時にもう自分いっそのこと早く死んだ方がいいんじゃないかという自分に思って屋上へ何回も上がって手すりの上へ登ったこともありますけども、これじゃやっぱり親が一生懸命なって私のあれをやってくれてるんだからっていうことで思い直して部屋へ帰ったことがよくありました。22、3の時に平和に対して何かやろうということで入院してる方とか7、8人ぐらいいたと思います。その方たちと結成して折り鶴会とつけて動きました。折り鶴のあれで折り鶴会とでどうぞ鶴折り鶴を持った少女の像を作ろうということで平和公園にそれを作るように計画してやりました。そして水と言って亡くなっていった人のために噴水を作ろうということでそれに署名運動をして、そして県庁の方へ嘆願に行きました。それが国体の時に完成しました。翌年か妊娠して7ヶ月目でやっぱり再発したんです。で吐血が止まらなくなって、もうどうしようもないほどもう洗面器もう輸血してもまた胃の中に溜まったのがまた全部出ちゃうんです。で子供もお腹の中で死んじゃって出すこともできなかったんです。もうでその時に船橋の市役所の方にお願いして60人ぐらい見えてバスで船橋見えて、それで血液をいただいたんです。でそこでやっと救われたんですけども、食道静脈瘤の手術をして、それから4年経ってから先生がもう子供作っても構いませんよということを言われて子供を作ったんですけど、本当は子供の命も受け合いきらないと先生から言われたんですけども、私は何としても産みたいと。絶対に核兵器は作っちゃいけないと。それを作ると使いたくなる、用いたくなるから
本当にそういうのは使っちゃいけない。戦争も絶対やっちゃいけないんじゃないか。そうしないと私たちのようなものをまた繰り返しそういう人ができる。苦しんでやっぱりこの世に生まれてからずっと生き地獄っていうか原爆にあってからそういうのを皆さんに味わわせたくない。自分だけでもこれでも止めたいと自分はそう思っています。でもうこれからの人は絶対戦争は起こさないということで私もこの平和についてまた語っていきたいと思っています。